黒ずきんの目次へようこそ。前回の白き森に1000年を出張させた構築に続き、今回はセンチュリオンを出張させた構築とその展開についてお話しします。白き森の出張はトイ、1000年、センチュリオンで大きく派閥が分かれており、今回はその最後です。また、これから白き森を触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅した白き森の教科書を開きました。白き森を一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、白き森がより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。目次です。参照立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章センチュリオンの出張。センチュリオンの出張でできること。1000年が永続魔法扱いの時に場に SS できるように、センチュリオンは永続罠扱いの時にフリーチェーンで SS できます。1000年との大きな違いとして、センチュリオンモンスター自体には手札から永続罠扱いで場に置く効果はなく、フィールド魔法のスタンドアップセンチュリオン、それをサーチできる使いのエンブレーマを起点に展開することになります。そのため、センチュリオンモンスターを素引きした場合は、アステーリャと召喚剣で喧嘩したり、その他にもトイや1000年と比べて展開を伸ばす場合は数枚のノイズを積む必要があります。しかし、センチュリオンにしかない強みもあります。それは誘発耐性の高さ。先ほど紹介したスタンドアップセンチュリオンは召喚剣を要さない一枚書道で、苦手だったアステーリャへの誘発を貫通してくれます。このカード単体からでもシンクロモンスター最強と名高いコズミックブレイザードラゴンプラス1妨害を構えられるくらいの展開力があります。また G 受けの良さも高評価。永続罠扱いのセンチュリオンモンスターの SS は相手ターンでも可能です。そのため G を打たれた際は展開を止めておき、相手ターンにセンチュリオンモンスターを展開することで、スタンドアップセンチュリオンの効果と合わせて相手ターンシンクロが狙えます。それでは展開の流れに沿って主要カードを見ていきましょう。1、スタンドアップセンチュリオン。主な効果は2つ。丸2効果で手札1枚をコストに、センチュリオンモンスターを永続罠扱いで場に置けます。白き森魔法罠の再利用効果は、モンスター効果のコストになった時のみ発動する効果なので、その点には注意。この効果でセンチュリオントゥルーデアを場に置きます。丸3効果は相手ターンシンクロをして妨害を増やせる効果なので、このカードを白き森展開のコストにしてもいいですが、最終的には場に残るようにしておきましょう。2、センチュリオントゥルーデア。召喚剣を要する1枚書道で効果は2つ。丸2効果はセンチュリオンモンスターの共通効果で、永続罠扱いの時に SS する効果。丸2効果で SS したトゥルーデアの丸1効果で、モンスターゾーンの自身とデッキのセンチュリオンモンスターを永続罠扱いで場に置きます。この効果でセンチュリオンプリメラをデッキから魔法罠ゾーンに置きます。3、センチュリオンプリメラ。召喚剣を要する1枚書道で効果は2つ。丸2効果はセンチュリオンモンスターの共通効果で、永続罠扱いの時に SS する効果。丸2効果で SS したプリメラの丸1効果で、センチュリオンカードをサーチできます。この効果でウェイクアップセンチュリオンをサーチします。4、ウェイクアップセンチュリオン。丸1効果で魔法罠ゾーンに表側のモンスターカードが存在するときに、レベル4はレベル8のトークンを生成できます。プリメラがチューナーですので、この効果で生成したトークンと合わせて、だいたいセンチュリオンアークシーラや赤気流を出すことになります。センチュリオンはとにかくレベル12シンクロが出しやすいです。丸2効果はセンチュリオンカードを愚かな埋葬する効果。センチュリオンファランクスは墓地から除外することで、
墓地のセンチュリオンシンクロモンスターを蘇生できます。5、センチュリオンアークシーラ。展開の要です。主な効果は2つ。1効果で SS 時にセンチュリオンカードをサーチできます。基本的にはスタンドアップセンチュリオンをサーチすることでセンチュリオン展開につなげていきますが、スタンドアップや誓いのエンブレーマに触れていようがいまいが、まずはアステーリャからこのカードを目指します。2効果はエンドフェーズに墓地除外のセンチュリオンモンスターを永続罠扱いで場に置く効果。シンクロ素材となったプリメラを回収し、場に残った永続罠のトゥルーデアと合わせて相手ターンシンクロを狙いましょう。以上がセンチュリオンの主要カードです。口頭だと分かりづらいと思うので、実際の展開を見ていきましょう。第2章展開の紹介。まずはアステーリャプラスコストの展開から。アステーリャ書道だとヨーマディアベルとシルビーでレベル12シンクロまで到達できます。アークシーラが出てきました。着地時効果でスタンドアップをサーチ。そしてその効果でトゥルーデアを場に置きます。トゥルーデアのセンチュリオン共通効果で永続罠扱いの自身を SS。もう一つの効果で自身とデッキのセンチュリオンを永続罠化します。プリメラのセンチュリオン共通効果で永続罠扱いの自身を SS。もう一つの効果でウェイクアップをサーチ。ウェイクアップを発動し、レベル8トークンを生成することで赤き竜をシンクロ召喚しましょう。場にレベル12のアークシーラがいるので、この時点で赤き竜を出すことができますが、展開の都合リゼット展開を挟み、シンクロ素材にはルシアを使います。プリメラもルシアもチューナーなので、アムリターラをシンクロ召喚。アークシーラとプリメラを墓地に落としたいので、マスカレーナをリンク召喚。墓地のウェイクアップを除外し、センチュリオンファランクスを墓地に落とし、その効果でセンチュリオンシンクロを蘇生します。エンド時、アークシーラの効果でプリメラを永続罠化させるのを忘れないように。相手メインフェーズ、トゥルーデアの効果で自身を場に SS し、スタンドアップの効果で赤き竜をシンクロ召喚します。トゥルーデアとプリメラでも赤き竜を作れますが、まずはアムリターラをどかしたいです。赤き竜を再度出すことで、スーパーノヴァやシューティングクエーサーなどの強力なレベル12シンクロをもう1体出力できます。プリメラの効果でセンチュリオン魔法罠をサーチしてからマスカレーナを発動。これによりサーチした魔法罠をユニコーンのコストにすることでアステーリャを蘇生できます。最終盤面はユニコーン、ヨーマディアベル、スーパーノヴァ、コズミックブレイザー、リフレーミングの計5妨害。次にスタンドアップを引けている場合の展開です。先ほどお話しした通り、スタンドアップに触れていようがいまいが、最終盤面のことを考えてアークシーラを目指す必要がありますが、アークシーラから別のカードをサーチする余裕があるので少しだけ展開が伸びます。ウェイクアップにはすでに触れているので、能動的に SS できるガーゴイルツバイをサーチ。
最終盤面はユニコーン、シルビア、バロネス、コズミックブレイザー、リフレーミング、災いなりの計6妨害。スタンドアップ単体からの展開も見ていきましょう。バランクスを墓地に落とさずにアークシーラで直接サーチすることで1妨害構えることができます。ガーゴイルツバイを採用することでプリメラやトゥルーデアからでも召喚権を割くことで展開できます。第3章構築の紹介。ベースは変わらないですが、プリメラやトゥルーディアとの引きかぶりを考えて、召喚権で喧嘩するシルビーは削りたいです。また、センチュリオンギミックでレベル4チューナーにアクセスできるため、誘発貫通札としてのルシアの枚数も抑えています。ガーゴイルツバイは、プリメラやトゥルーディアを1枚初動にするためにひとまず採用していますが、ピン刺しのプリメラやトゥルーディアのためにノイズを増やすのは、本末転倒な感じが否めません。別の採用理由としてスタンドアップ展開だけでデッキのセンチュリオンモンスターがいなくなってしまうので、誓いのエンブレーマを引きかぶった際、別のアクセス先を用意することも考えたのですが、展開がほとんど伸びないんですよね。スタンドアップやエンブレーマを初動と重ね引きしてても展開ほとんど伸びないなら、こんなに枠を割く必要もなくないとも思ったのですが、誘発貫通のできる召喚権を使わない1枚初動ですし、白き森のコストを考えてもこの2枚はフルで投入したいです。トイ、千年、センチュリオンと紹介してきましたが、最終盤面はいずれも強力ですし、一長一短なので甲をつけがたいです。簡単な比較表を載せておきます。実戦を考えると誘発受けのいいセンチュリオンが個人的には好みですが、どうせ時短で新規が来るので手をつけづらい感じはします。白き森の出張案についてはひとまずこれにて終了ですが、数あるテーマの中でも少ない黒ずきんのお目にかかったデッキですので、これからも動画を上げていくと思います。MD 勢の方含め、少しでも多くのこれから白き森を触るよという方の目につけば幸いです。